術もクソもないじゃないですか。忙しくてそこまでできません。アホかいなと。逆やろと。今回なんですけど、マネージャーとかリーダーにあって伸びる人伸びない人の違いっていうところを本社長にお伺いできればなと思っております。まずミドルリーダーとしましょうか。ミドルリーダーは普通のメンバーと役割が違うはずなのに仕事を変えられない人は伸びませんよね。例えば戦略、戦術、戦闘みたいに僕は切り分けてるんですけど、経営陣とか社長とかはじめですねが戦略練ると。でミドルリーダーが戦術を考えると。でメンバーが戦闘する。これ分かりやすくすると、僕結構キングダムとかも好きなんで、あれに例えるとですよ、戦国時代に例えると、戦略を練るのは王様とか、要は国の軍師なわけですよ。将兵軍とかね、征とか。戦術を考えるのは将軍なわけですよ。で、兵が戦闘に行くわけです。要は、征とか将兵軍が目的は中華統一だ。そのためには、どの国から戦って勝っていく必要があるか。みたいな、大枠の戦略を考えるわけですね。その戦略の中で決まりました。一発目に倒すのは、趙ですってなったら、趙と戦うために将軍を立てます。この将軍が、趙との戦いにどうやって勝つかの戦術を決めていきます、細かい。で、その決めた戦術を戦闘で実行していくと。なので、プレイヤーの時は目の前の戦闘です。とにかく目の前に来る敵をどんどんやっつけてやっていくと。どれだけやっつけたかとか、ドイツをやっつけたかとか、ここですよね。でもこれがですね、ミドルリーダーになると、要は将軍になるわけですから、どうやってこの戦いに勝つかという戦術を考えなきゃいけないんです。大きな戦略から落とされた戦術を考えなきゃいけないんで、どうやったらこの趙の戦いに勝つかっていうのを考えながら実行していくわけですよ。もちろん目の前に敵が来たらやっつけますけど、とにかくミドルリーダーとしての役割はこの戦術とちょっとの戦闘ぐらいなんですよ。だって将軍が俺が一番強いからっつって先頭に立って戦ってたら戦術もクソもないじゃないですか。基本は戦術を練りながら時たまみんなを鼓舞するために先頭に立って戦ったりとか、あくまでもミドルリーダーは先頭に出るときは戦術の中の一つとして先頭に出るだけなんですよ。常に基本は本陣にいてとか本陣を操って全体が勝てるように臨機応変に対応するってことをやらなきゃいけないんですね。ミドルリーダーもそうなんです。だから考えずに戦闘しちゃう人が多いんですよ。あなたの役目は戦術を練ったり戦術を実行できるようにことを運ばせたり、時たまその戦術をうまく活かせるためにあなたが先頭に出るだけです。常に先頭に立って戦いに行ってはいけませんよ。そんな軍は負けますよって話なんですよ。役割が全く変わるんですけど、これを理解していないからマネージャーなんて伸びないと。自分が戦うのは強いんだけど、チーム軍を勝たせるためには足りないんですよね。それをもうちょっと現代版に落とすと、ダメなミドルリーダーはほとんどが計画準備とかができてないですね。よく PDCA とかって言いますけど、僕なりには計画があって、準備をして、実行をして、結果が出て、出したらその原因を追求して改善、次どうするかを決める。このフローがあるわけですよ。例えばさっきの先頭に取られた現場のメンバーはまず実施をするわけですね。当然やった結果が出ます。この結果を見てトラブルが起こったりすると、ミドルリーダーはお尻を拭きに行かなきゃいけないとか、解決しなきゃいけないとか、管理者だからとか出てくるわけですよ。で、やってるうちに現場がまた実行してる中で予定通り行くものもあれば予定外のものも出て、トラブルがまた起こったりとかして、また解決しに走ると。要は結局ミドルリーダーがお尻拭き係だけになっちゃうんですよ。要は行動と結果の往復しかしないんですね。これがダメなチームですし、そもそもミドルリーダーってダメですよ。本来やるべきことは、できれば本当はね、先頭のある程度人とも話し合いたいですけど、ミドルリーダーは計画を立てます。そして準備をするための指示とか管理をします。実際の準備はやらせます。一緒にやります。そして現場に実行してもらいます。その結果をチェック。良かったらなぜ良かったのか、悪かったらなんで悪かったのか、とにかく原因をちゃんとチェックしに行くんです。これはミドルリーダーの仕事ですね。それをもって、じゃあどう改善しますかと。次、同じような場面でどうやりますかっていうのを考えながら、計画をアップデートしていくわけです。で、またそのアップデートした計画を指示してやらせる管理をする。で、現場に準備と実行をしてもらうと。とにかく計画、準備、実施、結果、原因、改善ってこのフローを管理ちゃんとして運用するのがミドルリーダーの役目であると。なのにダメなリーダーは実施と結果をメンバーと一緒に行き来しているだけだと。あれが悪い、これが悪いとかって言いながら計画も作らなければ、変えなければ、準備もおろそかに、実施だけして結果と往復で原因追求もおざなりに、当然改善もしない、改善策も出ない。ああすりゃいいのにな、ああはなんないかなとかって言ってるだけ。
大体ダメなリーダーに言うんですよ。実行しかできてないぞと。ちゃんとやるべきことは計画、準備で、原因追及と改善だと。大体みんなこう言うんですよ。忙しくてそこまでできません。アホかいなと。逆やろと。本来やるべきことがこっちです。それをやっとけば、時間は生まれますよって。ちゃんと計画しなさい、準備しなさいって言ってるのに、時間がなくてできません。で、やらないやつは、絶対に結果なんじゃないですか。これもキングダムに例えると、王毅将軍がとりあえずいつも先頭に立ってみんなと一緒に戦闘しまくって勝った負けた、まさにキングダムで言うと飛信隊が教会旅に出た時に戦いに負け続けるっていう場面があるじゃないですか。ありましたね。あれになります。シンが戦術を立てられなかったので、戦術立てられなくてもちゃんとパートナーで教会が戦術を練ってたから勝ってたんですよね。ここで言い換えると計画とか準備なわけですよ。これをろくにせずに、ちゃんとした策が出せずに、結局シンが考えたら、ああやって負けるんです。負けても正しい原因追求できないんですよ。なんで負けたんだって。いや、お前があそこでどうこうしたからだろって喧嘩になってって、あれ原因が出てないぞと。で、また次の日戦い来て、よし戦うぞ。あの戦いです。例えばじゃあサッカーで監督が、お前ら使えねえな、俺がスタメン入るわって言って、一緒にグラウンドで戦ってる感じですよ。だってそれが一番結果が出るんだったら、今の構図には多分なってないですよね。プロスポーツ選手はとにかくドゥして実行してるわけだから、監督とかコーチとかチームスタッフいなかったら同じことになりますよね。実施して結果して実施して結果しての往復しかしなくて、原因追求もちゃんとままならないし、改善もできないし、計画もあやふやだし、準備もできない。当然計画ないからと。そんなチーム負けますわと。もう一回まとめると、できないリーダーは実施と結果をメンバーと一緒に往復してるだけです。ちゃんとできるリーダーは計画を立て、準備をして、準備の指示管理をして、終わったら原因究明をして、それをもとに改善策を立てて、その改善策を計画に入れてアップデートしてっていう、この一連の流れをちゃんと回しているのが結果が出るリーダーですよね。アプリ引っ越しセンターでは、ホームページや SNS でいろんな情報を発信しておりますので、もし興味あったら見てください。そして、ぜひぜひ一緒に成長できる仲間を常に募集してますので、興味がある方はご連絡いただけると嬉しいです。YouTube チャンネルでも、対談、研修、現場の様子などなど、様々な動画も撮影してますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後に、この動画もぜひいいねをつけていただけると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。